コンケイクです。今回のテーマは、あなたに今後訪れるご褒美です。どうぞよろしくお願いいたします。それでは3枚のカードをご用意しております。A、B、C の中からお好きなカードを1枚お選びください。ご自分の占い結果だけご覧になりたい方は、概要欄にチャプターをご用意しておりますので、そちらをご確認ください。選び終わりましたでしょうか？それでは今回はフォース集というスプレッドとオラクルカード、そしてルノルマンカードを使用して占えます。それではそれぞれ占ってまいります。それでは A の方の結果です。A の方のご褒美ですが、成し遂げた喜びをかみしめる時が来ます。そして、心身ともに健やかに過ごせるようになります。それでは1枚ずつお話しさせていただきます。まず、過去ですね。ソードの7の逆位置です。頑張っても称賛されない時期であったということで、他者を陥れるような人もいらしたんですね。これはですね、すごくご自分の中で報われない感じがしますよね。どれだけ頑張っても当たり前のように思われてしまうとか、それ自体を褒めてもらえない。それってものすごく辛いんですよね。自分のいろいろ頑張ってきたこと、やってきたことが評価されないとか、見てもらえないって、本当に苦しいです。最近私がプレイしたウマ娘っていうソシャゲがあるんですけれども、そちらのイベントに出てきた天秤な話がすごく自分の中で刺さってですね、天秤の上に必ず労力とリターンが載ってるっていうセリフがあるんですね。それっていうのが結局、労力とリターンっていうのは絶対一緒にならないと、やっぱり天秤っていうのは傾いちゃうんですよね。なので、労力が大きければ大きいほど、どんどん労力の方が重くなっちゃうから、リターンが軽くなってしまう。そうすると、本当に自分の中に労力だけの苦労っていうのが蓄積されてしまうから、すごくしんどいっていうことになるんですよね。逆に、リターンだけが大きいと、それはそれで自分自身にもとっても良くないことだと思います。できればそうやって楽して、過ごせるならそれが一番いいですけれども、そういうふうに世の中なかなかなってないですからね。っていうのも考えると、やっぱり今のあなたの中の労力とリターンっていうのがかなり傾いてしまってる状況。労力に対して大きな感じになってしまってるっていうことなので、そこをですね、バランスが良い感じになっていけばよかったのかなとは思うんですけれども、そこをですね、ちゃんと見てくれる人がいなかったっていうことなんでしょうね。では現在ですね、ソードの9の正位置です。傷つきやすい時、打ちひしがれてやる気を失う時です。過去がそもそもあなた自身にとってものすごく辛い時期であったっていうことなので、それで現在につながってくるっていうことになると、今は本当にとにかく傷だらけになってしまっているっていう感じですよね。そしてやっぱり労力に見合ったリターンが何もない状況なので、何もやりたくないですよね。それはそう。やる気を失ってしまう。それで何もできなくなってしまうと、結局あなた自身にとっても良くないんですけれども、でも、それはやっぱり周囲の人たち、環境っていうものが良くないっていう部分もあったので、それはですね、あなた自身だけが悪いというわけではないと思いますね。本当にしんどいと思います、今。休めればいいなとは思うんですけれどもね、なかなかそこが難しいとこではありますよね。では、未来がどうなっていくのかなんですけれども、カップの9の正位置です。成し遂げて喜びをかみしめることができます。心身ともに健やかに過ごせます。はい。まさに序盤にお伝えしたご褒美の部分ですね。今後はですね、
あなた自身がしっかりと成し遂げたことを喜べるっていう風になっていきます。そして、今はとにかく傷つきやすい、メンタル的にもかなりひどい、ご自分の中で辛い時だとは思うんですけれども、そういったところもなくなってですね、しっかりと穏やかに過ごせるっていうことなので、その点でも安心いたしましたね。とても良い未来だと思います。あなた自身に今からはですね、ちゃんとご褒美返ってきます。よかったです。では、周囲ですね。これはどういった人がいらっしゃるのか。バンドの10の正位置ですね。あなたに苦労をさせる人、期待をかけすぎてあなたが苦しい思いをしているっていうことでですね。そうですね。これがまさにあなた自身が頑張っても称賛とかですね、評価をしない人っていうことなんでしょうね。それでいて、あなたに期待をかけすぎるっていうか、責任を負わせすぎるって言ったらいいんですかね。そういうところでものすごく苦しい思いをあなた自身がされてしまっているというわけですね。ここは困りますね。例えばそれがあなたよりも上の立場の人だった時に言えるかっていうと言えないところがあると思うんですよね。それを相談できる場所があればいいなとは思うんですけどね。もしも相談できる場所があるのであればしっかり相談されてください。この人とはやっぱり相性が合わないっていうことでですね、立ち行かないっていうことになるというか、あなた自身の負担が大きすぎる仕事、例えば仕事だったらですね、労力が大きすぎるとかだったら、それはもう、健全なお仕事状況、お仕事環境とは言えないので、そういう点でもやっぱり報告はするべきだと思いますし、他の部分でもですね、もし周囲にあなたの嫌な思いをさせる人以外にあなたに相談できる人がいるのであれば、そういう人に相談してみてください。そこで解決策が見つからないかもしれないですけれども、それでもですね、伝える愚痴とかですね、そういったことを言うっていうのも一つの自分の中のモヤモヤした感情を吐き出すっていう意味では大事だと思うので、ぜひそういう風にしてみてください。それではあなた自身の障害になることなんですが、こちらがペンタクルの9の逆位置ですね。人から気に入られたい気持ちが障害になっているっていうことで、これがですね、もっともっと評価をしてほしいっていう部分なんでしょうかね。それがあなた自身の障害になってしまっている。きっとその人から気に入られることに意地になりすぎてしまうっていう部分があって、それでその人から離れられないっていうところもあるのかもしれないですね。その人への執着っていうのをやめる必要があるのかもしれません。その人はもう全然あなたのことを見てない状況。とにかく苦労をさせるだけさせて何もしないっていう人なので、その人に気に入られようとするとどうしても無理が出てしまう。なのでその人の感情を動かすっていうのは諦めていきましょう。そういう風にしていくといいのかもしれないですね。では最終結果は星の逆位置になりますね。理想と現実のギャップに直面する時です。自分の課題が見えてくる。つまり成長の時ということですね。ご自分の中に理想があって、そこから現実を見た時に、全然違うなっていう部分があるんでしょうね。そこに自分の課題っていうものがあるっていうことですね。少しでも自分のそのギャップっていうのを埋めていく方向で動いていくといいのかもしれません。それによってあなた自身が成長できますし、そこからあなたの道っていうのもどんどん開けていくと思いますね。そうですね。そもそもその前段階の未来であなた自身がちゃんと成し遂げられたことがあるっていうことなので、そこからですね、またさらにいろいろなことを成し遂げることっていうのは可能だと思います。で、まずは自分のことをしっかりと知ることが大事っていうことですね。それが課題として出てきて、そこから自分がどうやっていくかっていう風に考えていただく。それこそがまず大事っていうことですね。では上限を見ていきましょうね。
カップの4の逆位置です。できることから始めていきましょう。そうですね。今の段階は本当にやる気を失ってらっしゃるっていうことなので、まずは自分ができること、本当に小さなことからでも構わないので、いきなり大きなことをやろうとすると、やっぱり、今やる気がないのに、そこから負荷がかかってしまうっていうことで、無重力のところからいきなり重力のあるところに行ったら結構体が重くなるとか、そういう感じで言いますけれども、まさにそんな感じなのかなと思うので、ちっちゃいことから自分の中で、そんな大したことじゃないけれども、ちょっとやらないといけないなって思うことから始めていくっていう風にしていってください。では助言のオラクルカードの1枚目ですね。友人たちです。あなたの友人はあなたが選んだ家族です。これはですね、相談相手になってくれる人が必ずいますよっていう風に考えていただいていいと思いますね。あなたの友人っていうのは、あなたが選んだ家族、ファミリーですね。とても絆としては強いっていうことです。その家族、友人に自分のあったこと、辛いことっていうのはどんどん話していっていいと思います。そういう風に動いてみてください。自分自身の気持ちを吐き出すってやっぱり大事ですからね。そしてオラクルカードの2枚目が不安の嘘です。破滅が訪れることはありません。そしてあなたは全てをうまく管理しています。大丈夫です。このカードさんが出てきたっていうことはですね、今後あなた自身に悪いことっていうのは絶対訪れることはないと。そしてあなたはそれをちゃんと管理できているので、これからもうまくやっていけますよということですね。自分自身が不安に思いすぎてるだけっていうこともたくさんあると思います。それはですね、もちろん不安に思って慎重に動くっていうことも大事なんですけれども、それが足かせになるっていうこともあるので、時にはですね、その不安をですね、一度解放してもらって、そこから動いていきましょう。そして、最後、オラクルカードの3枚目が灰色です。結末は避けられません。そうですね。これがどういうふうに考えたらいいかなとは思うんですけれども、ハッピーエンドだろうとバッドエンドだろうと結末を避けることはできないということではあるんですけれども、そこに自分がどういうふうにハッピーエンドにしていくかっていうことはできます。そうです。終わるっていうことは避けられないけれども、その過程までに自分が何をできるかっていうのはいくらでも変えることができるので、それで結末っていうのは確実に変わります。避けられないけれども変えることができるっていうふうに思っていただければと思いますね。では、ルノブマンカードですね。こちらがカマです。必ず収穫があるので、中途半端にせず思い切って決断するといいですよという風に出ました。収穫必ずあります。あなたには得られるものっていうものがたくさんありますよ。なので、途中で諦めるっていうことをしない方がいいですね。思い切って決断して、どんどん動いてみてください。そうですね、今回ですね、ちょっと気になったのが9という数字が、現在未来障害のところにあったんですけれども、ここで気になるっていうのが、やはりこの意味ですね。たどり着いたからこそ生まれる内省の時間ということで、自分自身を顧みる精神的、物質的なゆとりがあるっていうことで、この9に行き着いたあなたっていうのはですね、最終結果に出てきた自分の課題が見えてくる。まさにその内省の時間ですよね。そういったところをちゃんとですね、ゆとりを持って進むことができるっていうことなので、これからですね、またいくらでもあなた自身の可能性っていうのは広がっていくっていうことですね。あなたにとってのご褒美は今段階だともしかしたらその未来だけっていうふうに考えられるかもしれないんですけれども、私としてはやっぱり最終結果もですね、あなた自身の成長の時っていう面で言えば、あなた自身にとってはこれからですね、いくらでも自分が大きく変わっていくっていう点ではですね、ご褒美なのではないかなとは思います。そういうふうに考えていって、しっかりとですね、自分自身の課題に向き合って進んでほしいと思います。どんどん成長していってください。素敵なあなたになってほしいなと思いますね。それでは、
以上が A の結果でした。それでは B の方の結果です。B の方のご褒美は最高のハッピーエンドを迎えます。自分なりの勝利を得られることができます。ということですね。では1枚ずつお話しさせていただきます。まず過去です。カップの5の正位置です。可能性を見失っていた時期ですね。道はいくつもあるのにもかかわらず、これしかないと追い詰められてしまって、不本意な選択をしがちだったのかなっていうところですね。あなた自身、とにかく追い詰められていらっしゃったっていうことで、そうですね。実はいろんな道があったんだと思うんですね。でも、それしかないっていうふうになぜか思い込んでしまった。それは何によるものなのかっていうのは難しいところではあるんですけれども、ただ、それによってあなた自身が結局苦しんでいたっていうことだったんでしょうね。どうしても自分が我慢をしなければいけないとか、そういうところがあったのかなと思うのでですね。ここからですね、やはりご褒美がもらえるようになっていくっていうのはすごく良いことだと思うんですよね。では次に見ていきましょうね。次が現在ですね。ソードのナイトの正位置ですね。変化しやすい運気になりますね。突進力には優れているので、高い能力も備えていらっしゃいます。だから目の前の障害をものともせず進める力もありますね。確かに変化しやすい運気っていうことは、かなりですね、良い時も悪い時もっていう感じになりやすいっていう部分はあるんですけれども、それにですね、ちゃんと対応ができるぐらいの力があなたにはあるので、大丈夫そうですね。現在ももしかしたらですね、今こそまさに辛いとかそういう時もあるかもしれないんですけれども、ちゃんとですね、その障害を乗り越えることができるっていう風になってますね。もうちょっとですね、頑張ってみるかっていう風にやってみてください。そうすると、意外とですね、その障害っていうのが小さいものだったり、自分が飛び越えられるものだったりする可能性もありますので、まずは足を一歩踏み入れてみることっていうことが大事かもしれませんね。では、未来ですね。カップの10の正位置です。良い人間関係を築くことができます。満足のいく結果を得られるようになります。はい。よかったです。未来の段階でもですね、あなた自身が良好な人間関係ですね、というのも作ることができますし、で、あなた自身の満足のいく結果っていうのもですね、ちゃんと返ってくるっていうことなので、すごくいい感じに流れが来てるなっていうところがございますね。カップの10なので、もういっぱいこうずらーっとカップが並んでて、そして虹がかかったような感じに見えるって言ったらいいんですかね。そういうような元のカードなので、それをですね、嬉しそうに眺めていくっていう感じになれると思いますね。あなた自身がすごくですね、これまで頑張ってきたことっていうのが報われるっていうふうに思っていただいて間違いないと思いますね。それでは周囲の結果ですね。等の逆位置です。理解できない相手っていうことですね。これがですね、あなた自身にとってはあまり良くない方向に行ってらっしゃるのかなと思いますね。カード自体が等の逆位置っていう面もあるので、あなたにとってはかなり衝撃的な出会いというか、あなたにとってはやっぱり良くないんでしょうね。そうですね。その方から何かそうですね、コミュニケーションを取ろうと思っても難しい部分があるのかもしれない。だとすれば、やっぱりコミュニケーションを取るっていう必要はないのかなとは思うんですけれども、そこがどうしても接しなければいけない人っていう部分もあるのかもしれないので、必要事項だけ話して過ごすっていう風に、そこで切り替えていくしかないのかなと思います。無理にその人に介入しようとすると、自分が疲れてしまうっていうところもあるので、そこはですね、無理しなくていいと思いますね。では、障害ですね。ソードの2の逆位置ですね。周囲の人が障害になっている。まさにこれが等の逆位置のカードの方なのかなと思いますね。そしてそれで誰を信じていいのかわからない状態になっているっていうことで、この方にやっぱり執着しなくていいと思います。
無理にその人と仲良くしようとしてもうまくいかない。それで自分が誰を信じていいのかわからないっていう風になってしまうと、本末転倒な部分があると思うので、あなた自身がコミュニケーションをしっかり取れる人、そういう人たちと話をしていく、接していくっていう風にしていくといいと思いますね。その人からは一旦離れていく方が良さそうです。それで、あなた自身が信じられるなっていう人を見つけていくっていう風にシフトしていくといいんじゃないかなと思いますね。でないと、ずっとこの人に振り回されてる状況になっちゃうかなと思いますので、そういう風にならないためにもですね、できれば、他の人たちと話をしていってほしいなと思いますね。では、最終結果がどうなるか。世界の聖一です。まさにこれがご褒美で出てきた最高のハッピーエンド。自分なりの勝利を得られるよかったです。世界っていうのがぐるーっと大きな円を描くような感じになりますので、仮にこれで最高のハッピーエンドを迎えたとします。ただそこからまた新たな展開に向かっていくっていうことなので、それは良い循環になっていくっていうことですよね。幸せな道っていうのがくるくる回っていくような感じで考えていただくのがいいかなと思いますね。これからもまた始まっていきますよっていうふうに思ってください。そして自分なりの勝利っていうことなので、そうですね。自分の中で何かしら目標だとかしたいことだとかそういったことっていうのはあると思いますね。それをですね、ちゃんと自分だけの結果を得られるっていうことですね。目標を定めた時に、その目標にある程度の基準が達成できているっていうことだと思うので、それもですね、すごく素敵なことだと思いますね。最終的にはですね、あなたにとってこれだけのたくさんのご褒美があるっていうことでですね、今後ですね、良い方向に行くっていうことは間違いないですね。世界なので、もう本当に完成形ですから、様々な環境の部分でもですね、良い効果をもたらすと言いますか、人間関係や職場や他にもいろいろありますよね。様々な部分であなたに素敵なことがたくさん訪れるというふうに考えていいのではないかなと思いますね。では上限を見ていきましょうね。正義の正位置ですね。感情で判断せず、事実関係だけ見つめてくださいという風になっておりますね。これ、すごく大事ですね。感情ってどうしても先行しがちなんですけれども、それをですね、一旦忘れてもらう。事実だけしっかり見つめてもらう。そうすると、そこの中で自分がどうすべきかっていうのがしっかり見えてくると思います。感情に振り回されるっていうのは、もちろん感情を発露するっていうのは、時には大事だと思います。でも、その自分のより良い方向に向かうために、その感情が邪魔になる時っていうのも確かにあるんですよね。だから全てにおいて感情を廃しなさい、捨てなさいっていうことではなくって、その部分だけ自分の中で一回ですね、感情抜きにして事実関係だけで見て判断して、選んでいってくださいっていうことですね。では、オラクルカードの助言ですね。こちらが1枚目が子供です。あなたの中の子供の魂は表現されたがっています。あなたの中の子供、まさにインナーチャイルドですね。自分の心の中にある、最も弱い部分だとか、純粋な部分だとか、そういうイメージで思っていただければいいなと思います。あなたの純粋な感情っていうものをもっともっと表に出していいと思います。そうすることで見えてくるものっていうのがあるということですね。これはさっきのものと相反するところがあるかもしれないんですけれども、また違う側面ではあなたのその純粋な感情も必要になってくるっていうことですね。決してですね、これは矛盾はしないっていうことです。時に事実関係だけを確認する。時に自分の純粋な感情を頼りにするっていう風にうまいこと使いこなしていってほしいなと思いますね。では、オラクルカードの2枚目ですね。こちらが最善を尽くすことが重要です。
残りは所定の位置に収まりますということでですね、あなた自身の最善を尽くすっていうこと。要するに自分のことを最優先で頑張るっていうことでいいのではないかなと思いますね。それ以外のことはもう勝手にいろんな位置にちゃんと収まってくれるので、もうそこを気にする必要はないと思いますね。その点で言えば、あなた自身が今障害になっている周囲の理解できない人、相手ですね。その人っていうのもですね、いずれは所定の位置に収まってくれるはずなので、そこにですね、無理に自分がいろいろと手を尽くす必要はないっていうことですね。まずは自分自身を大切にしていってください。そしてオラクルカードの3枚目ですね。こちらがフェザーですね。判断する前にまず考えてくださいということでですね。ここは助言の正義の聖地にかかる部分かなと思いますね。判断するっていうのが即判断じゃなくって、一旦事実関係を見つめて、まずしっかり考えてもらう。どうしたらいいかなっていう風に頭の中で考える。それはもう時間をかけてもいいと思います。すぐに判断しなければいけないっていうものもあるかもしれないんですけれども、そこもですね、ちゃんと待ってもらえるのであれば、待ってくださいっていう風に言ってもらって、そこから動いてもらうっていうことですね。それではルノルマンカードですね。人です。こちらは、紳士と淑女の代わりになるカードになっております。紳士と淑女っていう風になってしまうと、性別を限定することになってしまいますので、それに当てはまらない人たちっていうのが乗りにくいっていう部分があります。なので私としては、このオリジナルカードの人っていうのを使わせていただいております。誰しもが人です。性別の前に人であるっていうことなので、そちらの方がやっぱり大事かなと思いますので、はい、そういう風に捉えていただければと思います。自分の行動力を大切にしてください。とはいえ、一人で突き進むことはせずに、他者との協調性も忘れずにということでですね、なかなか難しいことを言ってはおりますけれども、自分の行動力は確かに大事なんですが、一人で突っ走ってしまうと、ものすごくですね、大変なことになってしまうっていうこともあるかもしれない。そういう時にストッパーとして他者がいるということは大事ですよね。その点ではやっぱりこれからあなた自身が信頼がおける人っていうのを探していく必要があるのかなと思いますね。今はどうしたらいいのか、誰を信用したらいいのかっていう風になってると思うんですけれども、ここからうまくやっていけそうだなっていう人を見つけて、その人と協調性を持ちながら一緒に動いていくっていうこともしてみてください。そうですね。あなた自身がですね、これからはとても前向きな気持ちになれるような結果として出ておりますので、これからを楽しみにしていってほしいなと思います。まさにご褒美ですね。たくさんのですね、あなたに優しい出来事っていうのがたくさん訪れると思いますので、あなた自身があなたを優しく大事にすることも大事ですけれども、環境だとか外の要因ですね。そういったところからも優しい方向に行くのかなと思います。はい。そういったところをですね、進んでいってほしいなと思いますね。それでは、以上が B の結果になります。それでは C の方の結果です。C の方のご褒美は、実績を認められる。あなた自身が良好な信頼関係に恵まれる時っていうのが出ました。それでは、1枚ずつお話しさせていただきます。まず過去ですね。ペンタクルのナイトの正位置です。優れた実務能力があった時です。安定感を持って進められたということでですね、過去においては、あなた自身がですね、しっかりといろんなことをこなせていた状況かなと思いますね。安定感を持っていたっていうことで、それなりにですね、淡々というか、着々ときちんとあなたのやるべきことっていうのはやれていたっていうことですね。すごく良かったのではないかなと思いますね。あなたのその頑張りだとかやってきたことっていうのはしっかりとこれからにつながっていくと思いますね。では現在ですね。こちらがペンタクルの3の逆位置です。まだやるべきことがあると。良いところで諦めてしまわないように注意ですね。現在は
おそらく今もですね、しっかりあなた自身の能力っていうのも発揮されているとは思うんですけれども、それでもですね、まだまだやれてないところがあるっていうことですね。そこを終わったっていう感じで終わらせてしまうよりは、もうちょっと何かないかなっていうふうに考えていただいて、模索していただく。せっかくあなた自身が良いところになってるのに、諦めてしまうと、そこでですね、終わってしまうっていうことですね。そうならないように、やるべきことはしっかりやって終わらせていくっていう風にしてみてください。そこは大事ですね。もしかしたらその時間がかかるとかそういうこともあるかもしれないんですけれども、そこはちょっと忍耐感が必要かもしれない。忍耐を持ってそこを続けていくっていうこともしてみてくださいね。では未来ですね。こちらが司祭の聖地ですね。平和な状態です。実績を認められます。良好な信頼関係に恵まれる時ですね。これがご褒美の部分に出てきたところですね。平和な状態っていうことなので、今、あなたの場合はですね、しっかり実務経験を積んでおられる、これからもコツコツとやっていけるっていうところがありますね。そこからしっかりとあなたにとっての平和な環境っていうのが訪れるっていうことですね。それでいて、今まで頑張ってきたことを認められる。そして人とのですね、良好な信頼関係にも恵まれる。これ以上ないほど素敵な環境に置かれるっていうことですよね。とても喜ばしいことだと思いますね。それはあなた自身のやってきたことがちゃんとしていたからっていうことですね。それをまず誇ってほしいなと思いますね。あなたのやってきたこと、頑張ってきたことをしっかり自分自身でも褒めてあげてほしいです。そうすることで、今後の未来のそれ以降にですね、つながっていくと思いますね。自信を持って進むことが、あなたのますますのですね、より発展できる環境に置けるっていうことですね。状況になるっていうことですので、そこをですね、しっかりと進んでいってほしいなと思います。では、周囲ですね。カップの6の逆位置ですね。センチメンタルな話題になりやすい時っていうことで、そうですね。もしかしたらあなたなのか、お互いなのか、お相手の方なのかわからないんですけれども、ちょっと悲しい出来事というか、相談に乗ってっていう感じになりやすい状況なのかもしれないですね。今ですね、日本だと6月っていうとこがあって、結構気圧とかに影響されやすいっていうところもあります。雨とか降ったりすると、それだけで気圧の変化っていうのもあるので、そういう部分でセンチメンタルになりやすいっていう面はあるとは思うんですけれども、ただ、そういう時に限ってやっぱり嫌なことが起こったり、辛いことが起こったりっていうこともあるので、それで何かそういった話題になりやすいっていうことがあると思いますね。それ自体は、悪いことじゃないと思います。しっかりその人たちとお話ができてるっていうことだと思うので、それを話題にしてですね、自分たちの中で何かしらスッキリするものがあるのであれば、それがいいと思います。ただそれをですね、ずーっと引きずってしまうと、自分の心にですね、ずっと傷があるような状況、トゲが刺さっている状況になってしまうので、そうはならないように、ここで相談したことだとか、お相手の方から得た情報とか、そこはもうそこできっぱり切ってしまう。もうその後は自分のその新たな前向きな感情の方を大事にしていくっていう風にしてもらえればと思いますね。では、障害ですね。こちらは、ソードの7の逆位置ですね。リスクを恐れるっていうことでですね。そうですね。あなたの場合は結構淡々とやってらっしゃるイメージがあったので、リスクを恐れているっていうところが、ちょっと不思議には思ったんですけれども、ただこういう風に出るっていうことは、何かしらですね、あなたが二の足を踏んでしまう出来事があるのかもしれないですね。そうならないために、リスクを恐れて動かないよりは、やっぱり動く方がいいっていう風に考えてください。勇気を出すのは大変なことだと思います。ものすごく心に負担もかかるとは思うんですけれども、あなたはしっかり足を踏み入れてしまえばできる人なので、それを逃げてしまう。そうですね。さっき言った現在のところで出てくるような良いところで諦めてしまわないっていうところ
がここにもかかってくるのかもしれないですね。せっかく良いところに行ってるのに、それができないところに逃げてしまうと、それがあなたの障害になってしまうということなので、そうならないように動いていってほしいと思いますね。では、最終結果ですね。こちらはカップの10の逆位置ですね。満たされて甘えが出る部分もあります。自分にとっての幸せを模索するときっていうことでですね。そうですね。とにかく最終結果としても、あなたにとっては平和な状況ではあるのには変わりはないんですけれども、満たされすぎて逆に甘えが出てしまうっていう部分。甘えが出ると緩んでしまうっていうところがある。甘えること自体は悪くはないけれども、その緩みが結果的に自分自身の怠惰な部分になってしまうっていうことですね。成長はやはりしていかなければいけない日々ですね。その部分で言えば、ずっと甘えっぱなしで怠けていると、それが後々リスクになってしまうっていうところがあるのかもしれないですね。自分にとっての幸せを模索する時でもあるので、しっかり模索をしていきましょう。何が自分にとっての幸せか。これは本当にいろんな基準があると思いますですね。私だとやっぱり占い師としてこうやって今あなたに見てもらってます。それ自体はやっぱり幸せだけれども、もっともっといろんな人に見てもらえれば幸せっていうところはありますね。そういう感じで自分だけの幸せっていうのは何なのかっていうのを考えてもらえるといいかなと思いますね。そうするとそこに目標が出てきて動くかっていう風になっていくと思うので、満たされるだけではやはり今からの成長にはつながらないっていうことですね。はい。平和な状況はもちろん大事です。だけれどもそこからどう進むかはあなた次第っていうことですね。では助言ですね。カップのキングの聖地ですね。自分の弱さを受け入れてください。味方が近くにいるはずです。そうですね。ということは、やはりセンチメンタルな話題になりやすいっていうのは、あなたの方なのかもしれないですね。その弱さっていうのをですね、まず受け入れましょう。それを、受け入れずに進んでしまうと、後から自分のハート、心にですね、傷だらけになってしまってたってことが分かって、ものすごく大きなダメージになってしまうので、自分を守るために自分の弱さを受け入れるっていうことですね。そして味方が近くにいるはずっていうことでですね、周囲の方っていうのは、あなたと良好な信頼関係を築けるくらいですね、素敵な人たちっていうことですね。なので、その方たちにはしっかり頼っていきましょうね。では、オラクルカードの助言が1枚目ですね。こちらがアートです。芸術はあなたにとって大切なものです。あなたにとって何かしらの芸術、アートですね。そういったものが心の支えになる可能性がありますね。それは絵だけじゃないと思います。芸術、いろんなものがありますからね。例えば、お庭、庭園とかですね。そういったものも一つの芸術です。小説も芸術だと思いますね。文字の芸術。様々な芸術があると思いますね。その中であなたにとって心の拠り所になるものっていうのが必ずあるはずなので、それはしっかり大切にしてください。そしてオラクルカードの2枚目。こちらがもう自分を責める必要はありません。それは役に立たず、そしてあなたにはそれに値しませんという風になっておりますね。あなた自身がすごく頑張ってきたことっていうのがあるので、もっと自信を持っていいんじゃないかと思うんですけれども、もしかしたら、それが、自分の中で責める要因になってるものがたくさんあるのかもしれないですね。それはですね、あなた自身には必要ないことです。もっともっと胸を張って動いていっていいんですよっていうことですね。そして、オラクルカードの3枚目、悪役です。物語はいつでも書き直すことができます。そうですね。これに関しても、あなたの力次第でですね、いくらでもいろんな結末ですね、を作ることができるっていうことですね。例えば、先ほどの最終結果で出てきた満たされて甘えたままになってしまう。そのまま動かずに
ずっといると結局成長をしないままになっていく。それでも構わないかもしれないけれども、だけれどもやっぱりあなたの幸せを考えるためにはもっともっと自分の中で動いていかなければいけない。その2択ですよね。動くか動かないか。それだけでもいくらでも物語って変わりますよね。あなたのその選択肢っていうのはどれだけ大事かっていうことです。そして時にはですね、悪役のようにですね、自分の未来のためにですね、多少はですね、自分だけを優先するっていうこともしてみてもいいと思います。多分あなたの場合は人からしっかり信頼される関係があるぐらいなので、ものすごく気遣いもできる方だと思うので、全然そのちょっとした悪役というか、自分を優先するぐらいはですね、全然構わないと思います。そういう気持ちを持つっていうことですね。では、ルノルマンカードです。こちらが樹木ですね。樹木。進みはゆっくりだけれど、コツコツ続ければやがて実ります。未来から最終結果からずっとですね、平和な状況ではある。そして、そこからですね、自分の幸せを得るためには、やっぱり進みはゆっくりかと思うんですけれども、でもコツコツ続けていけば、あなたにはちゃんと大きな結果として返ってくるっていうことですね。ちゃんとあなたのですね、やってくること、やってみること、やれることっていうのは、必ず結果になって戻ってくるっていうことは間違いないと思いますね。それこそ樹木に実る実のように甘いかもしれない。いろんな、綺麗な色かもしれない。あなたにとってのいろんな形の幸せ、そういったところがちゃんと返ってきます。そうですね。あなた自身がすごく頑張ってるっていうことも伝わってきますし、それと同時にものすごく落ち込んでらっしゃるっていうところも伝わってくるっていう部分があってですね、あなた自身のすごい高い実力とはですね、反してあなたに自信がないのかもしれないなと最終的にはやっぱり思いますね。でもこれはですね、ちゃんとあなたはできる方っていうのは結果を見てても思うので、そこをですね、嘆く必要はないのではないかなと思いますね。そしてしっかりあなた自身はいろんな他者からも認められる人でもあるっていうことで、これからのご褒美によってあなた自身の気持ちも変わってくるのかもしれないですね。そのご褒美をまず待ってみましょう。今は当たり前のことを当たり前にやっていくっていうのでいいと思いますね。そして諦めないっていうことはまず大事ですね。良いところで諦めてしまわないようにするっていうことを心がけていただいて、それで淡々と進んでいく。そうすればあなたにとってはいろんなものが戻ってきますので、よろしければこちら参考にされてください。以上が C の結果でした。ここまでご覧くださりありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録お願いいたします。これからも様々なテーマで占ってまいりますので、またいらしてくださいね。それではおつけいくでした。